ですけど、僕の中でやっぱ職人さんであったり、こうものを表現していくっていうものが魅力的だったりとか、まあ修行ってそれ以上のプラスアルファのプロセスですもんね。今回はアジアのベストレストランで第3位、世界のベストレストランで第11位に輝く日本を代表するお店、神宮前のデンさんにお邪魔しています。これだけ海外のフーディーも含めですね、世界中から支持を集めている理由を長谷川シェフに伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長谷川シェフが料理を志したきっかけについて伺いたいんですけども、小さい頃から料理人っていうのは意識されてたんですか？料理人っていうよりは食べるのが好きだったっていうのはすごい、まずそっちなんですね。きっかけですね。食べるのが好きで。はい。で、その時は、いわゆるお家のご飯という感じ。そうです。母親が、やっぱり、ちょっと特別で、やっぱり、うちの母親芸者だったんですよ。はい。じゃあ家庭料理プラス、そういう、普通だったら食べれないような料亭とか、割烹の料理を食べてたと。そうです。もう両方、家庭と、そういうお料理と二つを一緒に食べることができた環境っていうのが、多分、なるほど。すごい良かったんだろうな。めちゃめちゃ英才教育ですね。そんな中、食べる方から、作る方に興味を持つきっかけみたいなのがあったんですか？食べるのが好きで、こう、いろいろ食べていくうちに、興味がやっぱ湧いてきて、料亭のお野菜にあったりとか、いろいろするときに、なんかこう、白衣かっこいいなとかっていうところからなんか入っていったようなイメージが強いですね。いくつでしたっけ？魚徳さんに。魚徳さん18からです。18からですよね。で、そのタイミング、きっかけっていうのは本当は18じゃなくて、16から入ろうと思ったんですよ。でもダメだって言われて、親さんに中学校卒業して、料理になるのと、高校卒業して料理になるのだと、やっぱりその友達ができたりとか、そういうところでもやっぱ変わってくることもあるから、やっぱりまずそういうところを大切にしなさいみたいな話で。じゃあもうその中3の段階で魚徳さんっていうことがもう念頭にあったってことですか？そうですね。なんか場所っていうよりも、この料理持ってきたお土産の場所がいいなとか。そういうお母様の関係性で魚徳さんの存在は昔から知っていて、そうですね。で、持ってきてくれた料理が美味しかったから、そうですね。ここで働きたいなと思ったと。中学の段階から、このお店で働きたいって思い始めるってめちゃめちゃ早いですよね。そう。普通だって食べる機会ないですもんね。そうですね。だから、そこら辺はもう、ラッキーだったとしか言いようがないですね。大体なんかね、皆さん、料理学校出てとかもあるかもしれませんけど、なかなかね、自分が入るお店下手したら食べたことないのに入るみたいな、そういうこともあるわけじゃないですか。そうですね。いろんなお店のね、お料理を持ってきてくれるんですけど、魚徳さんのお料理が、なんか美味しい。で、それで高校卒業して、魚徳さん入って。魚徳さんは何年いらっしゃったんですか？魚徳さんは、高校入ってから5年ぐらいですね。なんか一番やっぱり思うのは、向き合い方とかかもしれないですね。だから美味しいから、ここで働きたいぐらいの感覚で入っちゃってるから、親父さんがそれまで結構普通に話してくれたのが、調理場に入るとやっぱ違ったりとかするんですね。それやっぱりかなり厳しい。そうですね。厳しいというよりもやっぱり一緒くたになりがちなんですけど、結局働くっていうことに対して、もちろんね、みんな働くんですけど、修行するってことに対しては、やっぱりその意識とか意思も受け継ぎながら、それをしっかり自分の中で入れていかなきゃいけないんで、努力も必要ですし、努力したことによって得るものっていうものがやっぱりいっぱいあるなと思うんですよね。確かにそうですよね。働くっていう意味では当然与えられたことをきっちりやって、お給料をもらって、それで生活するっていうのは働くとすると、修行ってそれ以上のプラスアルファのプロセスですもんね。なんか僕らが教えてもらってる時間っていうものを、教える人も使ってるじゃないですか。そこがなんか仕事でも教えることあるんですけども、その修行っていうのはその子の将来とか、その子がこれからどうやって生きていくかとか、生きていけるようにとかっていうものまで、なんか教え込まれてるんで、僕はなんかそこに、やっぱり、例えば働く時間とかもあると思うんですけども、それってやっぱり相手が使ってくれる時間を考えると、自分はやっぱり時間をしっかり作って、ね、例えば仕事で、この時間は営業だけどっていう部分から、プラス自分で努力して、例えばプロ野球選手で言ったら、毎日毎日、例えば素振りをしたりとかっていうようなこととか、いかに仕事というか自分が与えられた場所で、与えられた時間で結果を出すために何ができるかっていう、その何ができるかの部分が将来性につながってくんじゃないのかなっていうのがすごい思うんですよね。そういう意味ではその5年間、みっちりと修行されて、もともと自分で独立しようっていうのは念頭に置いてたんですか？もちろん、もう仕事を始める前からなんか食べながら、あとは小料理屋さんにいろいろ連れてってもらったりとか、神楽坂多かったんですけど、なんかいいなとかって。僕の中でやっぱ職人さんであったり、
自分で自分のなんかこう、ものを表現していくっていうものが、やっぱり魅力的だったりとか、その時は料理で表現しようとは思ってなかったんですけども、料理をやり続けて、食べてもらって、自分もこんな風に料理ができて、やってったら楽しいなぐらいの感覚がありましたね。で、まあ、独立されて、神保町で最初おられて、お客さん目の前にいて、で、仕事も見られて、で、かつ接客もしなきゃいけないって、そこってかなり、その飛躍があったんじゃないですか。そうですね。料亭さんでの仕事っていうのはやっぱおやさんに言われたもの、人数も決まってて、この人数、この時間でこうやって出すっていうのを頭に入れながら仕込みをしてってやるんですけども、そのカウンターの中で、その、駆け引きというか、一番なんか料理人に対して、料理だけじゃなくて求められるものってそういうところもあるのかな。それは調理場っていう閉ざされた空間であっても、先輩とのやりとりとか、まあもちろんこうだろうなっていう駆け引きとかっていうのとかあったりとか、次こう言われるからこれを用意して待ってよっていうこととか、そういうものがなんかすごい、なんかこう、面白く感じながら、なおかつそれをお客さんと目の前で話して料理を出し合ってっていうのをこう食べに行って見たりとかすると、いやなんかこれってすごいなと思って。なるほど。すごいなんか割烹っていう、そのもの、料亭からなんかその割烹っていうか、そういうもう料理を目の前で作ってポンって出来たてを出す。で、その出すっていう空間がお客さんとの間合いだったりとかもするっていうところに、そうですよね。魅力を感じたというか、かっこいいなぁみたいな。僕そんなに食べたくないけど、これ注文してたみたいなのとかも、なんかやられたみたいな感じもあるし。なるほど、なるほど。ああ、やられたと思わせたいみたいな。そうですね。なるほど。そうなんですね。デンさんったらその神保町の時からそうですけど、まあすごくフレンドリーで、こう、和気あいあいとしてて、楽しく美味しい料理をいただけるという印象は強いんですけど、そういうやっぱり接客面っていうのは、その、まあ独立される時から意識されてたんですか？いや、何も実は決まってもなくて。そうなんですか？独立する前に28で僕、店探し出して、で、その頃はもういろんなところに手伝いに行ったりしたんですけど、こういうサービスにしようっていうこととかって、やっぱその頃って考えられないじゃないですか。そういう風になってったというか。逆言えばお客さんが来てくれなかったからこそそういう風にしてったっていう部分が強かったかもしれない。やっぱり自分の実力もないですし、なんかこう、修行時代って、こうやってればお客さんが来てるみたいなのが目の前で見えて、あ、お客さん来てくれんだって思うじゃないですか。それって自分の力でも何でもなくて、そのお店の力なのに、なんかちょっと勘違いしてて、ああ、こういう料理作ってれば来るんだなとかって思ったりとか、なんだったらもう、あ、こうやって出してりゃもう来るだろうぐらいの感覚になっちゃったりとかするんですよね。そこから看板がないお店を自分でやった時の無力さ。うわ、誰も来ないっていうのとかって、すごいイメージはしてましたよ。僕らが働いてる場所と、今自分たちが作る場所は違うんだ。でも料理、美味しいの出してるお客さん来るんでしょみたいな。その美味しいのっていうレベルも自分の中でですからね。悲しいかな。飲食店としてやっていけるなと、商売としてやっていけるなと思ったのはオープンからどれぐらい経ってからですか？自分の中で、この仕事をずっとやっていこうっていうふうに決めれたのは、オープンして3年、4年ぐらい経った時に、ああ、そうなんですか。これで、なんとかやっていけんのかもみたいな。なんか腹をくくれたのかもしれないですね。なるほど、なるほど。なんかやっぱりお店に対しても、なんか感覚が変わってったというか、自分がやってるっていうよりも、なんかお客さんが来てくれてるから自分がこのお店をしっかり続けていかなきゃいけないなっていう部分とかに変わってきたというか。なるほど。やっぱり食べてくれる方がいて料理人があるっていうふうに思えるようになってきたのかなと。料理作ってお客さんに美味しいものを出してっていうだけじゃなくて、やっぱりそこに何かがないといけないなっていうのを、まあ、そこまで考えるのも考えるようになれたのも10年以上やってから、続けていくっていうことに意味があるんだなっていうふうにすごい感じるようになりましたね。そうですね。うちでアラカルトですからね、はじめ。メニューを用意して、表に看板にメニュー書いて、で、縦看板まで用意して。あ、そうなんですか。それ知らなかったです。なんか、今のレストランって結構割とじゃあ、コースがあってとか、どこどこ出身の子がどこどこでお店を始めました。それこそ SNS があって、いろんなもので発信をしていける中で、結局僕らは何もなくて、お店にいかにじゃあ、いい立地でとかって探すんですよ。その頃って。1階、路面、角とかって、今じゃあもうそういうのってないじゃないですか。そうですね。でも、例えば一軒家とか。僕の中でやっぱりレンが一軒家だったっていうのはやっぱり一番
自分の中では、ああ、いいなと思えたところでもあったりとかして、路地裏に入ってとか。確かに確かに。でもあれ、神保町から歩いて3分。そうですよね。めちゃめちゃいい立地ですよね。いい立地で。じゃあ予約してないお客さんが、フリーです、入ってくることあるわけですね。僕、お客さん探しに行きましたもん。すいません。客引き禁止なんですけど、今ちょっと、お店オープンしたんで、お願いしますとか。ビール1杯目無料でしますんで、みたいなのが言いながら。そんな時代があったんですね。そうですよ。で、先付き、お通しを用意して、で、お通しってよくこうパンって出たら、なんかお通しなんてみんな食べないじゃない。だから、お通しすごい美味しいもの作ろうとか思ったりとかして。なるほど。だから、ビール飲むお客さんにはお通しを一番初め、揚げ物でいこうと。はい、だからうちコース揚げ物から始まったりとかするんですよ。なるほどね。そこでインパクトをちゃんとそうです。一品目で掴むと、お客さんの心を。だから、そういうところから、なんで来てくんないのから始まって、メニューもバーっていろいろ自分が用意してたものとかから変えて、出版の方多かったんで。はい。あ、神保町なんで。だから来た時に食べながら、なんか明日も食べに行くんだよねって言った時に、どこ行くんですか？はい。うち今日と違うもの作るから来てくださいとか言ったりとか。はい。そんなところで必死の中から生まれていく会話。なるほど。っていうのが。そうなんですね。さっき言ってたそのカウンターで話をしながら、鍛えられたとか、お客さんに。そういうのがあるかもしれない。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。